暑い。突然の猛暑、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日はラリー比較をやりたかったんですが、この暑さはちょっとね、命の危険を感じるということで、何卒ご容赦いただきまして、今回も作っていきますよ。ということでドン、タミヤランチボックスエボ。英語でも日本風の弁当のことを弁当とか弁当ボックスって言うらしいですよ。で、サンドイッチとか果物とか西洋風なランチを入れておく容器のことをランチボックスっていうらしいので、ランチボックスは弁当箱でありながら、我々日本人が想像する弁当箱ではないんだろうな。昔先輩のまっちゃんが待って、これをね、笑って言ったら見てる側は面白くないんだよ。分かってるんだけど昔先輩のまっちゃんがタッパーにうどん入れて、先輩のまっちゃんがタッパーにうどん入れて水筒にめんつゆ入れてきて学校でうどん食べ始めたのが衝撃的だったとともに、ちょっとだけ羨ましかったことをお知らせします。たまに寿司とか食べてたもんな。ということで、ホーネットに引き続きランチボックスまでエボったのはいいんですが、タミヤさんの公式サイトとか紹介動画とかいろいろ見たんですけど、放送がよくわからんって思ったら買ってました。ランチボックスは1987年にタミヤが発売したモンスタートラックを模した RC カーで、同年に発売したミッドナイトパンプキンと共通のシャーシを与えられて登場した 2WD ビッグタイヤモデルですね。形状は異なるものの、ホーネットと同じ思想で作られたシャーシにビッグタイヤとバンタイプのボディを搭載し、軽快な走りやウィリー走行を楽しめるモデルとして今日に至るまでのロングセラーモデルとなっております。そしてこの2026年にはホーネットに続きまさかのエボ化、フロントをダブルウィッシュボーン化し、リアはリジットアクセルを継続しつつも3リンク化、さらに CVA オイルダンパーを標準装備して登場したのがこのランチボックスエボですね。ちなみにランチボックスのモデルとなったのは1984年にデビューしたローリンサンダーという1972年式のダッチトレーズマン版をベースにした実車のモンスタートラックと言われており、実はこのローリンサンダー1987年に日本の資産家に売却され、1990年頃まで大阪クラッシャーという名前で余生を過ごしたみたいですよ。ということで待望のマシンが登場したわけですが、これまたホーネットエボの時と似たような衝撃で、メーカー価格が 24,200 円税込み、通常のランチボックスが値段の改定があったにしても15,400 円税込み、最近までの給油価格が 12,100 円税込みだったこともあり、感覚的にはちょうど2倍、高級弁当じゃないかということでね、たまには高級なお弁当をいただくのもいいですよね。それでは早速食べじゃない組んでいきましょう。いただく。パカン、黄色いね。出していこう。今回は袋から出してお見せしていきましょう。まずは A パーツ、アーム類。これがまさに新しいパーツですね。ちょっとね、樹脂が柔らかい。B パーツ、ギアボックス。これは変化ないかな。 C パーツ、ボディ系のパーツですね。これも変化なし。めっちゃチカチカ。D パーツ、シャーシ下のパーツ。これも変わってないかな。E パーツ、窓。これも変わらんね。F パーツ、これは新しいよ。これも主には足回りで新しくなったパーツたち。このパーツも柔らかいね。あとはタイヤ、特に変わらずかな。それからホイール、これも変化なし。そしてメインシャーシ、ほとんど変わってないね。変わったとしたらここ、旧型はここになんか配線引っ掛ける系の爪みたいなやつがついてたんですけど、それがなくなっただけっぽいね。基本的には旧型と変わらずって感じかな。でボディ、旧型は白い樹脂で塗装が必要だったんですけど、エボはもともと黄色い樹脂で作ってある。開けてびっくりハプニングじゃなくなりましたね。旧型ってこうランチボって開けたら樹脂が白くて、塗るのってなりましたもんね。ただね、この樹脂いい感じなんですけど、こことかこことかね、なんかちっちゃい黒い点があってほくろみたいになっちゃってる。まあいっか。ということで大きめなパーツはこんな感じ。あとは小箱の中身も見ていきましょう。まずパーツバッグは組み立て順に A、B、C の3袋。そして CVA オイルダンパー一式。こちらはギア袋詰め。これも変わらずですね。で、サーボセーバー。これも変化なし。あとはオイルとか工具の袋詰め。フロントバンパー。これも変わってないっぽい。そしていつもの540モーター。で、最後にこれ H パーツ。ハブっぽいけど、なんやろね。まあ、後ほど。ということで小箱の中身も以上。で、
最後にアンテナパイプと説明書とステッカー。ちょっとデザイン変わってるね。こちらはブラックエディションのステッカーなんですけど、この時はストレートな感じの稲妻っぽいラインだったんですよね。それが今回からは円弧を描いてるのと、バネッサさんの乗り出し具合と露出が控えめになりましたね。健全でいいと思います。ということで中身はこんな感じ。いいね。これで今年のランチボ欲は満たせそうだぜ。ということでありがたくいただきます。ではまずパーツバッグ A の工程ですね。シャーシ部品の取り付けから。で、このキットも基本的にはタッピングビスが付属してるので、タップを立てつつですね、マシンスクリーンに交換しながらやっていこう。はい、こんな感じ。今の作業でダンパーマウントを取り付けた感じになるんですかね。そこはかとなくすでにエボってる。ではここから早くも RC メカが登場しますね。ということでサーボはいつものサボックス SC1251MG。なんかもうこれ100個くらい買ってる気がする。計算したらダメなやつや。ということでね、こちら乗せていこうと思うんですけど、ハイトルクサーボセーバー。これもね、最初から使って組んでいこうと思います。ではでは、やっていくよ。
てかギアケースこれ変わってないと思ったけどちょっと変わってる。このぼっちなかったよね。てかこのボール何なんだろうね。面白い。次やっていこう。はい、パーツバック A でここまで完成しましたね。ではここからパーツバック B、ギアボックスの取り付けとかフロントの足回りなどなどですね、やっていこう。はい、これでパーツバック B の工程が完了です。この時点でほとんど形になってますね。メカメカしいリア周り。そして見て、もうよくわからんことなっとるね。ということでここからはパーツバック C の工程、ダンパーから最終組み付けまで一気にやっちゃおう。
はい、できました。これは面白い。ランチボックスの組み立てって私の中では結構癒し枠というかシンプルな構造なので、どんな魔改造しようかなみたいな想像をしながら組むのが楽しい時代だったんですが、さすがエボっすね。組み応えが濃ゆい。ボディはねまたちゃんと作りたいので、ひとまず過去に作った5センチボックスをつけてみたんですが、一旦外しましてシャーシをじっくりご覧いただこう。まずこれ従来のランチボックス、これでもこの構造でありながらしっかり動いてくれて、ちょっと硬めのバネがぴょこぴょこと可愛い走りを楽しませてくれるんですけど、こちらのエボがねさらに動くとってもしなやか。ホーネットエボの時のようなまるっと別物感はないんですけど、従来から装備されてるパーツの形状を上手に変更して綺麗に3リンクで繋いであるんですよね。佇まい的にはモンスタートラックなんですけど、その中身はトロフィートラック的なサスペンションになってる印象で、しなやかにギャップを吸収しながら走ってくれそうな予感。タイヤを変えれば結構本格的な走りも楽しめそうですね。とはいえホイールハブが特殊な形状なので、従来モデルだと別で変換ハブみたいなのを用意する必要があったんですが、なんとこのエボ、六角ハブのホイールを装着するためのハブが最初から付属してる。フロント用の950ベアリングだけは別途4個必要になってしまいますが、これだけでもカスタムの自由度を上げてくれますよね。この辺りのことも踏まえて、リアシャフトは少し長めになってるようで、従来モデルよりもワイドトレッドになってて、ホイールベースも少し長めになってる感じですね。これもまた安定感に貢献しそうな感じ。さらにエボの方は最初からフルベアリングなのも嬉しいポイントですね。あとは組み立ての注意点というか、私的に気になった部分なんですけど、基本的にはタミヤさんらしく組み立てやすいシャーシではあるものの、アッパーアームとかステアリングロッドとかのこのロッドにアジャスターをぐるぐるして長さを測る作業が多くて、正直これペンチで挟むと結構握力辛いんですよね。なのでできればこういったダンパープライヤーを用意しておいて、この先端のところでロッドを掴んだ方が握力少なめでガツッと掴めて疲れず作業ができるかなと思いますね。それと長さを測るのにノギスがあった方が便利かなと思います。あとはサーボの取り付けですね。今回ハイトルクサーボセーバーを使ったんですが、サーボによってはこのハイトルクサーボセーバーとサーボマウントが干渉しそうになっちゃうんですね。なので一旦サーボとサーボマウントを緩めに取り付けておいて、シャーシにマウントするところも緩めに取り付けて搭載してから位置調整をしてしっかり固定した方が確実に干渉を避けれると思いますね。とまあそれくらいかな。個人的な失敗はちょっとビスの用意が足らず、プラスビスとヘックスビスが混在してしまったので、これはおいおい揃えてあげようと思います。しかしこれは予想外のしなやかさだな。楽しそう。正直ランチボックスって走行性能よりもピコピコピョコピョコバインバイン走り味を楽しむマシンっていうイメージなので、この進化の方向性はちょっと予想外でしたね。なので個人的な印象というよりは考察になっちゃうんですけど、ランチボックスをエボ化させたかったっていうよりも、このシャーシでもっと本格的な走りができるようにしたかったっていう印象にも感じますね。一旦ランチボックスのボディを採用してるけれども、このシャーシにまた別のボディを乗せて砂浜大爆走させるようなトロフィートラックのような遊び方をしたり、なんかこう自由な発想の中心的存在になるシャーシにしたかったみたいな、そんな感じもしますよね。これもいろいろ改造してみたくなりますね。正確ないとは分かんないんですけど、さすがタミヤさんと思わせる1台ですね。ということでまずはまた命の危険を感じない日に元祖ランチボックスとランチボックスエボの走り比べですね、やっていこうと思います。ということで今回はここまで。あざした、終わりー。